こんばんは、ピッチです。ロココさんです。いつも聞いてくださってありがとうございます。今日はね、感情にね振り回されてうわーってなっちゃうよ。一回悩むと何日も何週間も何年もズーンってなっちゃうよとか、トラウマが子供の頃から重いのを持っているよ、それをどうやって解決していいかわかんないよとかっていう皆さんがたくさんいると思います。私が実際に地獄のような子供時代を過ごして、もっともっと地獄のような最悪のぐちゃぐちゃの、世界を体験して自殺も考えてのブワーンと幸せになった方の一つ、めちゃくちゃ幸せになる基礎について今日も話していきたいと思います。感情ってじゃあどうやって癒せばいいんでしょうか。思考に振り回されるなとか言うけど、思考ってそんな悪いもんなんですか。本当に思考してたら頭いいんじゃないですかっていうとこで、みんなどういうことってなっちゃうと思うので、感情は感じるものだっていう、もう心の基礎中の基礎みたいなところを話していきたいと思います。感情は感じるもの、今意味が分かんなくても覚えてください。テスト入れます。感情は感じるものです。覚えて。感情はオッケー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 ということで、感情は感じるものです。これは心の仕組みとして覚えてしまってください。今意味わかんなくても大丈夫です。私も最初よくわかんない、そうなの、違うんじゃないの、知らんけどみたいな感じでした。なんだけど心についてどんどん知っていく、生き方や思考、頭についてね、脳について調べていく中で、これは知ってなきゃみんなも生き方めちゃくちゃになるだろうなって本当に思いました。で、実際私も知んなかったから、感情は感じるものだって知らなかったがゆえにトラウマを作り、それによって自殺を考え、どんどん地獄に落ちて、もう生きるか死ぬかっていうところまで行きました。なのでこの感情を感じるものだっていうこの一つの教えだけでも本当にもうめちゃくちゃ何千万人何億人の命を救えるくらいの、めちゃくちゃ、こんな短い文章だけどすごい大発見なんですよ。大発見なんですよ、本当に。この前例えとして、私が店員さんから変な対応をされまして、それでめっちゃなんだあの店員さんはめっちゃひどいんだけど、なんで無視すんの、なんでこっちお金払って何にも悪いことしてないのになんでいじめられなきゃいけないの、なんで5分間ぐらいしかいない時間でいじめることができんの、なんなのみたいに思考でね、ーんってなりまして、私は恐怖を感じた、惨めさを感じたっていうことを、お話ししました。それでね、みんなの悩みってどうやって解決してるでしょうか。ほとんどの人、思考ばっかりに偏ってないでしょうか。いつもほとんどの人は相談する時にも思考についてばっかり話してると思います。そういうことされたから私店員さんに無視されるとかありえないと思うんだよね、めっちゃひどくないみたいな、そういう感じでみんな相談をすると思います。これその時すっきりするかもしんないけど、人生思い返してください。また同じようなこと起きてないでしょうか。また同じような口を言いたくなるようなこと起きてないでしょうか。ここをちょっと考えてほしいんですね。でなくて心を見つめてほしいんです。誰かに怒りをぶつけたり発散することよりも、もっとめちゃくちゃ効果的でめちゃくちゃ早い解決方法っていうのが心を見つめることなんです。だからこの前の私が店員さんに嫌がらせというか無視されましたっていうことがあった時に、私は何をすべきかっていうと、思考をぐるぐるさせることではなくて心を見つめる。私の心は恐怖を感じていた、惨めさを感じていた、それが見つかればあとは癒すだけなんです。癒すっていうのはどういうことかっていうと、この出てきた感情を全部認めてあげる、温めてあげる。そうだよね、怖かったよね、めちゃくちゃ怖かったよね、そう感じても何に
かしくないよ。そう感じてていいんだよ。怖かったね、怖かったね。惨めさ感じたんだね。惨めだって、あの状況だとそう感じるよね。そうだよね、そうだよね。大丈夫大丈夫、何にも自分はおかしくないよ。そう感じてても何にもおかしくない。そうだよ、大丈夫だよ。何にもおかしくないよ。私の感じてた感情全部私が受け止めてあげるよ。全部肯定してあげるからね。こんな風に抱きしめてあげる。これが結果的に自分を愛するということにものすごい近いというか、もうほとんどこれができたら自分を愛せてる状態が出来上がっています。思考に振り回されてるうちは悩みに振り回されちゃってる状態、も洗濯機に入っちゃってるような状態で幸せになるとかそういうのちょっと難しくなります。じゃなくて、しっかり自分の心を見つめてあげる。たったこれだけでいいんです。これができると、自分の見方をしてあげると、この怖かった、惨めだったよ、うわーって暴れてた感情はそうだったんだねって聞いてあげるうちに、そうなんだよって言って、で私がもう何でも受け入れてあげる、何でも全部肯定してあげるからねって聞いてあげれば、この感情はスーッと、お空に成仏するというか、そういう感じなんですよ。本当にそうなんです。そんな感じで感情もうわーってなってた。怖い怖い怖い、惨めだ惨めだ、やだやだやだって言ってた感情もちゃんと私が向き合ってあげれば、ありがとう聞いてくれて、ありがとうありがとうって言ってスーって楽になります。本当にこういうことが起きます。まず感情を抽出することが今現